ムシャフトセンサーの交換、テスト、実験、正常に動作しているかという実験をしたいと思います。今回なんでカムシャフトセンサーを交換しようかと思ったかというと、別にエラーが出てたわけではないんですね。ただエンジンの始動が悪かったんですね。で、それの原因をウェブで調べていくと、カムシャフトセンサーだっていうような話がちょっとあって、でそれがエラーが出ない時がある。だけどちょっと異常が出てる時があるということだったので、交換してみようと思って部品を取り寄せたということでした。カムシャフトセンサー、吸気側が、このバノスの、ソレノイドですね。これの、裏側に、奥側にあります。排気側というのが、ほとんど見えないんですけども、ここにコネクターが見えてますね。これですね。このコネクターのところに、排気側があるようです。で、このフレームが非常に邪魔になってまして、手が非常に届きにくい場所にあるんですけども、これを一旦、外したいと思います。そして、動作確認をしたいと思います。吸気側の方からやりたいと思います。吸気側外すときにはいろいろ外すものがありまして、まず、このオイルのリターン、ホースですね。先日交換したばっかりの、CCV システムのリターンホースですけども、これを、ここのコネクタを1回外す必要があります。それからここのバノスのこのオイルのホースですね。ここのところも外しておく必要があります。オイルフィルター。これも、このキャップも外しておいた方がいいようです。オイルのリターンホースから外しましょう。それからバノスのセンサーを外します。ここ外しますね。で、ここを外すとオイルが漏れてくるので、下には何か引いておきましょう。キッチンペーパー引いておきます。オイルが抜けましたね。はい、抜けました。これ、パンチラウドを外すときに、こういうものが必要だって書いてあったんで、Z4 ではこれいらなかったんですね。でこれが実は、なんと合いました。ぴったりです。外れました。はい、そうすると、目的のカムシャフトセンサー、吸気側が見えてきました。吸気側のカムシャフトセンサーですね。5ミリのあれですね。入らない。これが入らないので、これも取らなきゃいけないんですね。はい、普通のキッチンペーパーです。外れました。はい、抜けました。そしたらここにワイヤーが伸びてますけども、このワイヤーがどこにつながっているのかというと、リサバルブがあって、ここについているケーブルが、ここですね。同じですね。クリップを押して外すだけですね。内側から引っ張ると。カムシャフトセンサー、吸気側抜けました。やっと抜けた。ここにカムシャフトセンサーのコネクタがあります。コネクタには3本、端子が出てるんですけども、1個ずつ触ってみると、一番端は 0V。で、2番目がだいたい 5V。で、一番奥がだいたい 11V。と、一番奥側、電源供給してる真ん中のがリファレンス、3番目のがアースということになりますね。で、こっちのカムシャフトポジションセンサーのここのところに、金属のものがないと 5V になって、ここに金属のものがくっつくと 0V になるっていうような仕組みになってるはずなんですけども、
はい、これカムシャフトセンサーの、コネクタ側の方ですね。から真ん中のやつがリファレンス。そのセンサーがどう働いているかと見るためのコードですね。今回はこの黄色のところに、ちょっとした針を刺して、中の電圧を拾うような形にして、テストしてみたいと思います。はい、この安全ピンを準備してみました。これをさっきのコネクタの黄色いところにぶっ刺してみます。ここですね。突き抜けた。これで多分 5V 拾えると思うんですが、じゃあこれをコネクタ元に戻して、はい、コネクタを元に戻しました。安全ピンはつけたままです。安全ピンのところに電圧を測ってみましょう。で、ここからエンジンのキーを回してオンの状態にします。エンジンはかけません。電圧計。今 0V ですね。はい、安全ピン触りましょう。来た。5V、約 5V 来てますね。離すと 0V。そしたら、次は固定してあるような状況です。はい、今 5V 来てますね。そしたらこれを金属に近づけると、この電圧が下がるはずです。下がらない。下がらない。下がりませんね。おっと。下がらないですね。やばいな。もしかしたらこれ壊れてる可能性がありますね。今度は、これは新しいやつ、買った新しいやつなんですけども、古いやつで試してみましょう。スリーブをめくります。はい、めくりました。真ん中のところに、安全ピンを刺しましょう。はい、今 0V です。そして、安全ピン触ります。安定しないですね。これで 5V ということにしておきましょう。センサーの先っぽに、下がった。下がった。下がった。上がった。下がった。上がった。OK。ということはやっぱりこの古い、交換する前の古いやつは正常に動作してますね。ということはこのやっぱ、私が買った新しいやつは、最初からこれ壊れてるっていうことですね。しゃあないので、こっちの古い方をやっぱり付け直すのが正しいと思います。安かったんですけども、あんま安物はこれダメだっていうことですね。他のYouTuber の方でもやっぱり言ってたんですけど、これはちゃんといいの買った方がいいよってことでした。ということなので、こっちの古い方を、もう一回付けたいと思います。カムシャフトセンサーを取り付けているボルトなんですけども、ここにちょっと青いのが見えていると思いますが、これロックタイト、緩み止めの液体なんですね。これを塗ってから締めるということになっています。ネジロック、ちゃんとしたの買ってきました。こんなもんで十分でしょう。今、ほぼほぼ画面の中央に来ているのが排気側のセンサーだと思います。コネクタを外して、やっぱり同じ 5mm のアレンを外すだけで抜けるはずなんですが、このコネクタ、両端のところをつまんで外すタイプのやつだったみたいです。ここのところですね。これが 5mm のアレンですね。排気側のカムシャフトセンサーのコネクタのところ、こんな風に外れました。こんな風にはまってて、この左右の爪を外すと、
抜けるというような仕組みになってました。多分やっぱりこの真ん中のところが 5V だろうと思うんですが、背面カムシャフトセンサー、真ん中のところに、挿したらちょうど 5V 挿してますね。センサーの先端のところになんか金属部分を近づけてみましょう。カムシャフトセンサー自体がちょっとビデオに映ってないんですけども、一瞬下がりましたね。はい、今ソケットはい、0に、一瞬だけ0になるな。元戻っちゃいますね。今離してます。近づけます。一瞬下がって、今つけっぱなしなんですけども、また戻ってきます。離しました。5V のまま近づけると一瞬下がったけども、また電圧上がってくれますね。離しました。じゃあこれ、新品の方だったんですけども、今度は旧品の方に変えてみましょう。はい、今、古い方のカムシャフトセンサーを、つけたところです。でリファレンスに、クリップの先を挿してあります。電圧は 5V を挿しています。さて、ではカムシャフトセンサーの先端に金属を近づけたいと思います。それが映らないのはちょっと申し訳ないんですが、はい、下がりました。下がりっぱなしです。離します。はい、電圧戻ります。はい、つけます。はい、下がりました。離します。おっと、電圧戻りましたね。じゃあやっぱり旧品の方が正確に動作しているということでした。新品買いましたが、廃棄側、旧品側ともに不良品だったということです。部品が不良だったので、結局元に戻したということになるんですけども、電圧の測定とか実験ができて、それなりの結果はあったかなと思います。エンジン始動の不調の原因がもしかしたらこの CCV システムの方だったかもしれないので、その辺で、またちょっと様子見てみようと思います。続きまして新品のスタビリンクつけていきます。これ上下はないのかな、わかんないですね。品番これです。で袋から出してあげるとこんな感じになってて、ボルト付きですね。よかったですね。ですね、これ古い方のスタビリンクですね。この根元のところにここにレンチで挟んで遠回りしないように、押さえてからこっちを締めるっていうのが格好になってるんですが、新品の方にはそういう六角ボルトがないです。でどうするのかなと思うと、ここにアレンの差し込み口があるんですね。でここを差し込んで回り止めして、ボルトを締めていくっていう格好なんだろうと思います。旧品の方は、ここのむにゃむにゃとすぐ動くような感じになってるんですけども、新しい方は硬いです。指でやっと曲がるぐらいですね。ちゃんと曲がりますね。で取り付け位置なんですが、運転席側ですけども、ストラップアーム、ここに上側のスタビリンクの取り付け場所があります。で下側は今この画面中央に映ってますね。このスタビライザー、ここにできてますけども、ここにつけるという格好です。上下のあれはないのかな。はい、次急行の蓋ですね。ここもワイヤーがもうなくなっちゃってます。開けるとパッキンのところひび割れてます。でこれを取り替えます。新しいの買ってあります。新しいのこれですね。はい、品番取れた。簡単に取れました。は
新しいやつですね。この紐をここに入れてカッチンコしとくと、以上で終わりですね。で刺して十分締めるとカチッって音がするような感じになってるんですね。